皆さんこんにちは。Learn Japanese with 田中さんの作者の田中です。先日 YouTube の登録者1万人を達成しました。皆さんいつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。今日は登録者1万人記念ということで、作者の私自身について少しお話しさせていただこうと思います。今まで自分についてはあまり話したことがなかったんですけど、どんな人がこのコンテンツを作っているのか気になる方もいらっしゃると思うので、今日は少し皆さんからのご質問にお答えしていこうと思います。以前インスタグラムのストーリーで私自身についての質問を募集したことがあって、かなりお返事が遅くなってしまったんですが、いただいた質問に Q&A 形式で答えていこうと思います。ただ話すだけではつまらないので、今まで作ったキャラクターたちを描きながらお話ししていこうと思います。視聴者の皆さんのアイデアをもとに作ったキャラクターもあるので、ぜひどんなキャラクターがいるかにも注目しながら見ていただけたら嬉しいです。それでは早速質問に答えていきます。日本人ですか？はい、日本人です。生まれも育ちも日本で、今も日本に住んでいます。何歳ですか？20代後半です。大学での専攻は何でしたか？大学では法学部でした。あまり真面目な学生ではなかったんですが、MBTI のタイプは？MBTI の性格診断テストがすごく流行った時に一回やってみたんですけど、INTJA の建築家タイプでした。大人数より一人や少人数と話すのが好きなところとか、熱中するとずっと飽きないところとか、結構実際の性格と当てはまってると思いました。でも自分と同じタイプの人にまだ実際に会ったことがないので、もし同じ INTJ のタイプの方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。一日のスケジュールはどんな感じですか？平日は朝7時ぐらいに起きて、時間がある日は朝30分ぐらい散歩に出かけます。それで9時から6時ぐらいまで仕事をして、仕事が終わったら絵を描いたり、日記を書いたり、YouTube を作ったりしています。日記はもう何年も書いているんですけど、今年からちょっとフォーマットを変えて、日記の紙を自分で作ることにしたんですね。こんな感じで簡単な項目とイラストを描いて、印刷してファイルに閉じています。毎日書くわけじゃないんですけど、考えの整理が必要な時に時間をかけてゆっくり書いています。どうして人に日本語を教えたいと思いましたか？この YouTube を始める前はインスタグラムの方で投稿してたんですけど、そもそも日本語を教えるコンテンツを作ろうと思ったのは、大学生の頃に留学生の友達がたくさんいたことがきっかけです。私は本当にこの留学生のみんなを尊敬していたんですよね。慣れない日本での生活は本当に大変だと思うのに、そんな中でも一生懸命勉強して充実した毎日を過ごそうと努力している留学生の友達の姿を見て、本当に私も刺激を受けたし、いろんなことを学んだんですね。だから留学生からいろんなことを教えてもらった分、今度は私が日本語を勉強している人にお返しができたらなと思って、このコンテンツを始めました。英語はどうやって勉強しましたか？何年か前にフレンズというアメリカのドラマにハマって、大体の英語はこのドラマから勉強しました。私は一度ハマると飽きないタイプなので、同じエピソードを2、30回くらい繰り返し見ていました。あとは大学で留学生の友達がいたので、一緒に遊んだりしているうちに話せるようになったかなと思います。ただ実力はまだまだなので、動画の英語字幕もちょっとおかしいところがあると思うんですけど、多めに見ていただけると嬉しいです。動画を作るのにどのくらい時間がかかりますか？動画の内容にもよるんですけど、
どんな動画にするか考えて、絵を描いて、声を録音して、動画を編集して字幕をつけてで、だいたい多分8時間ぐらいはかかってるかなと思います。動画を作ったことのある方はわかると思うんですけど、結構字幕をつけるのが一番大変で時間がかかっています。でも字幕があった方がやっぱり見ている方には便利だと思うので頑張ってつけています。今は日本語と英語字幕しかつけていないんですけど、いつか他の方の力を借りて他の言語の字幕もつけたいなと思っています。キャラクターの見た目はどうやって決めていますか？そうですね、日常で見た食べ物とかをとりあえず絵に描いてみて、それに顔をつけたら完成っていう感じですね。あまり時間をかけずに描いているので、この田中さんとエッグさんも本当に10秒ぐらいで完成したキャラクターです。でも描いているうちに結構顔が変わってくるので、田中さんも初期の頃と比べるとちょっと顔が違いますよね。キャラクターの性格は実在する人の影響を受けていますか？この田中さんは私自身の性格そのものですね。コーヒーが好きなところとか、ちょっと控えめなところとか、感情をあまり表に出さないところとか。エッグさんは私と反対の性格をイメージして作ったので、社交的で明るくて感情が豊かでちょっと秋っぽい性格にしました。でもすぐ泣くところは私の小さい頃の性格の影響が出ているかと思います。動画を作るのにどんなソフトを使っていますか？動画編集には Adobe の Premiere Pro を使っていて、イラストを描くのには iPad の Procreate を使っています。この Procreate というソフトは本当に使いやすくて、いつも愛用しています。よく休みの日に一人でカフェに行っていろんな絵を描いています。人に新しいことを教えるのはどんな気持ちですか？自分としては日本語を先生のように教えているという感覚はないんですよね。私よりもずっと上手に日本語を解説している動画もたくさんあるので、私は日本語自体を教えるというよりも、日本語学習者の方が楽しんで日本語に触れられるきっかけになるような動画を作ろうと思っています。自分も英語や他の言語を勉強していて、やる気がなくなってしまったり、諦めようとした経験がたくさんあったので、日本語を勉強する方たちがそういう壁にぶつかった時にもうちょっと頑張ろうかなと思ったり、日本語を全く勉強したことのない人が日本語を勉強してみようかなって興味を持ってもらえるきっかけになるような存在になれたらいいなと思って動画を作っています。一番好きな日本語の単語とその理由は何ですか？最近は偉いという言葉が一番好きです。エロいじゃないですよ。偉いです。偉いという言葉は使い方によっていろんな意味がある単語なんですけど、例えばお母さんが子供に宿題できて偉いねとか早起きして偉いねとか言うときは、その子供の行動とか態度についてよくやったねと褒めて認めてあげるという意味です。最近この言葉を自分自身に使うようにしているんですよね。最近やりたいことがいろいろたくさんあるんですけど、でも全部できなくて、一日を振り返った時にあれもできなかったな、これもできなかったなって反省することが結構あるんですけど、それでもできたことにしっかり目を向けて、それを自分で認めてあげるのって大事なことなんじゃないかなと思うようになったんです。だから本当に小さいことでも、皿洗いして偉いとか、寒いのに布団から出て偉いとか、意識的にそういう言葉を自分にかけるようにしています。好きなアニメはちびまる子ちゃんっていうアニメが一番好きです。おそらく日本人ほぼ全員が知っているような有名なアニメなんですけど、原作の漫画も本当にすごく面白いんですよね。原作者がさくらももこさんという方で、漫画の他にもエッセイや絵日記などの本もたくさん出されてるんですけど、さくらももこさんのユーモアのセンスが本当に好きで、
どの本もお腹を抱えて笑うくらい本当に面白いので、日本語で本を読みたいと思っている方はぜひ読んでみてください。言語を学ぶときにモチベーションを維持するコツは何ですか？言語は地道な努力が必要なので、なかなかモチベーションを維持するのが難しい気持ちは私も本当によくわかります。私は勉強している言語で自分の好きなものに触れるということをお勧めしています。例えば料理が好きな人は日本人のクッキング YouTube チャンネルを見てみたり、好きな映画やドラマがある人はそのウィキペディアの日本語版の記事を読んでみたり、スポーツが好きな人は日本人選手のインタビュー動画なんかを見てみるのもいいと思います。日本語を聞き取るのが難しくても、自分がすでに好きで知識のあるテーマについては少しわかることが多いと思います。そうやって一度教科書から離れて自分の好きなものと日本語の学習を組み合わせてみると、モチベーションも維持できるんじゃないかなと思います。おすすめの日本のドラマはもう15年ぐらい前のドラマなんですけど、のだめカンタービレっていうドラマが好きで何回も見ました。音楽を勉強している大学生の話なんですけど、ギャグ要素が強くて本当に面白いです。ドラマの中でたくさんクラシック曲が使われていて、ドラマを放送していた当時に日本でクラシックブームが起こりました。最近のドラマは私テレビを全然見ないのであまり詳しくないですね。好きな日本のバンドやアーティストは最近YOASOBIさんが好きです。全部いい曲なんですけど、特に群青っていう曲が好きです。歌詞が本当に素敵で、何かを始めようと思っている人とか今頑張っている人にとってとても元気が出る曲だと思います。どこの国に旅行したことがありますか？ヨーロッパの国々は8割ぐらい行ったかと思います。どこも本当にもう一度行きたいんですけど、特に生きている間にもう一回行きたいと思うのはハンガリーとクロアチアです。前回の田中ラジオという動画で私がチェコに旅行した時の恥ずかしかった思い出をシェアしたんですが、他にも旅行中に起きたいろんな面白いお話があるので、またいつかの動画でお話ししようと思います。好きなスポーツはバレーボールが好きです。自分はできないので見る専門です。自分でするスポーツは卓球が一番好きです。運動はあまりしないんですよね。散歩はよくするんですけど、散歩はスポーツには入らないですよね。好きな食べ物はラーメンです。はい、いかがでしたでしょうか？長い動画だったのに最後まで聞いていただきありがとうございます。これからもいろんな動画を作っていこうと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。それではまた次回お会いしましょう。